さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、とろける抹茶を使った生チョコレート、こちらご紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。生クリームとホワイトチョコレート、あと抹茶パウダーですね。これで作っていきます。はい、じゃあまずですね、この抹茶パウダーこのまま入れちゃうとちょっとダマダマになっちゃうので、生クリームの一部をここに注いで、ちょっとこうペースト状にゴムベラで練って伸ばしていきます。で、ペーストになったらチョコレートとかの方に加えて温めて溶かすだけです。じゃあちょっとやっていきます。まずこう少し入れていきます。今まだ全然伸びてないんですけど、ちょっと抹茶のペーストみたいになりました。これをもうちょっと生クリーム入れて溶き伸ばしたいと思います。はい、これ抹茶のペーストがこうやって柔らかくなってきたらもう大丈夫なので、この生クリームをチョコレートの方に全部注いじゃいます。で、これラップをして600ワットのレンジで、溶けるまでかけていきたいと思います。はい、これレンジかけたやつですね。これちょっと溶けてきてるんで、この抹茶のゴムベラごと入れて混ぜちゃいます。でもし溶け残りとかがあったらもう一回レンジかければいいので、ここでしっかり混ぜてください。はい、そしたらここに生クリームと抹茶ですね、これ加えていきます。はい、これ今全部が混ざった状態です。めちゃくちゃ綺麗でツヤがある状態ですね。で、泡立て器だと中に気泡が入っちゃうので滑らかにならないので、できればこうやってゴムベラでずっとやってください。いい感じです。綺麗に混ざってます。これを型に流して固めたらもう完成です。はい、じゃあ型に流していきます。はい、これ流し終わったんですけど、自然と結構平らになります。ただ念のためにもちょっとトントンして周りにちゃんといくようにしてから冷蔵庫で固めてください。完全に固まるまで冷やしていきます。はい、これ出来上がりました。完全に固まった状態ですね。これ手につかない状態です。もう完全に固まってます。これをカットしていきたいと思います。はい、じゃあこれ固まってる紙をですね、こうやって剥がしていきます。で、しっかり冷えてるとこう綺麗に紙も剥がれていくので、ひっくり返してはい、すごいいい感じです。で、今日は、箱に詰めようと思っていて、これ3センチ角だったので、3センチ角のサイズにカットして、使っていきたいと思います。はい、じゃあちょっとカットしていきます。で、生チョコを切るところにポイントなんですけど、これすごい冷たくてちょっとベタベタするんですね。で、こういった容器にお湯を入れて、こうやって包丁をちょっと温めます。で、一回一回、タオルで拭いて、でもちょっと包丁があったかい状態、これで切っていくとすごい綺麗に切れます。はい、じゃあ生チョコ切り終わったので、この後あれですね、抹茶パウダーを最後表面にデコレーションしていきます。はい、抹茶の生チョコレート、これで完成です。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうですよ。抹茶の緑も綺麗だし。すごい滑らかです。で、抹茶の香りも結構いいですね。めちゃくちゃして。ホワイトチョコレートと多分合うんだと思います。ちょっとこれポイントのおさらいですね。
ポイントはこれ抹茶選び結構ここ重要です。材料に抹茶の原材料って抹茶だけなんですよ。でそれ以外のものが入ってる抹茶は絶対使わないでください。抹茶 100% で作る方はこれで綺麗に色も出るし、食べた時に香りもめちゃくちゃ美味しいです。あとはホワイトチョコレートとクリームを混ぜてしっかりこう乳化させることですね。それで固めるだけでこんなめちゃくちゃ美味しい抹茶の生チョコできます。これすごい重要なんで必ず守ってやってください。最後まで見てくれてありがとうございます。コメントとチャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。